中部地方の皆さん、お待たせしました。はい、こんにちは、柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？こう柴崎聞くとね、いや、ちょっと調子が悪いんだけど、というね、方もいるけど、柴崎もそうだけど、たまには調子の悪い時あるよね。でも、調子の悪い人もね、もうできるだけ早く良くなることを柴崎願ってるし、元気な人はますます元気にやっていきましょう。おかげさまでね、柴崎はあなたのおかげで、今日も元気に絵を描いています。そしてね、柴崎の動画を見てくれてね、もう、たくさんのコメント、そして高評価ね、これもありがとう。もう、本当に柴崎ね、もう、やる気出ます。また、もしよかったらね、チャンネル登録も、ちょっとお願いできたら、なお嬉しいです。ということで、今回はね、これ。ね。水彩を使ってですね、海のね、ダイナミックな営みをテーマに描いてみたいと思います。さあ、ちょっとね、柴崎も今日ちょっと力入ってますからね、頑張ってみますので、あなたも一緒にその制作過程ね、楽しんでください。そうそう、言い忘れた。ねえ、書き上がったらね、最後に大切なお知らせがあるんですよ。だから、ね、そこまで見てくださいね。はい。では行ってみます。さあ、それじゃあね、行ってみましょうね。はい。海と空ですよ。いつも柴崎の動画見てくれてる方はね、あれ？なんかちょっと画面が違うなって気づきましたか？はい。普段はですね、柴崎、この画面をちょっとね、斜めに、立てかける感じで描いてるんですけどね。今日はね、水平にして描いてます。はい。というのも、このね、空のダイナミックさをね、表現するために、ウェットインウェットをね、滲みの効果ですね。それを徹底的にやってみようと思っているので、絵の具がよく広がるようにですね、するために、画面、水平にしてます。で、カメラをだから真上から吊る下げてね、今撮影してるんですね。だからほら、なんか時々柴崎の顔が画面に入ってくるでしょう。はい。ちょっと見にくいでしょうけどね。お許しくださいね。さあ、それでは、とにかくダイナミックな地球の営み。それが雲でどう出るかですね。今から思いっきりよく描いてみようと思ってますので、同時にね、ほら、こっちにパレットもね、映るようにしましたから。ね、柴崎はどんな風に絵の具を解いたりね、パレットをね、どんな風に使ってるか、合わせて、楽しんでいただけるといいかなと思いますよ。はい。まず明るい色からね、塗ってきました。もうたっぷりの水とたっぷりの絵の具。これが大事だっていうことは、柴崎いつもね、話してるんですけどね。はい。もう、自然とほら、色が混ざって広がっていく。これがね、水彩の本当に楽しい。もう他の画材ではできない、表現でもあるんだよね。うん。でも、今回はね、そう言いながらもね、結構微妙に色を変化させていきますからね。はい。では、雲を描きながら、今度は水平線に近いね、空を今描いてます。こんな感じです。こう塗ると、なんかほら、白いブツブツっとしたものが見えてきたでしょ？そうなんですよ。ここはね、マスキングインクというのを塗ってあります。後でその効果がね、見えるからちょっと楽しみにしててくださいね。さあ、どんどん色を塗っていきましょう。もうとにかく今日のテーマは地球の営み、ダイナミックっていうやつですからね。はい。もう、雲はね、面白いですね。もう、
同じ形ってのは二度とないですよね。でもまた、ずっと見てるとね、いつの間にかこう形が変わっていくんですよね。うん。もちろん、こう、空の上の方の風が強い時はね、形どんどん変わるし、また季節によっても、もう様々な、形に変化しますね。それを、ある一瞬の時間、一瞬の時をですね、ダイナミックということをテーマにして、今、柴崎、頑張ってるんですけど、こんな具合です。筆をこう、大きく使ったりね、またちょっとデリケートに動かしたりね、して、黙々としたね、柔らかいんだけども、すごく存在感のある雲ですね。はい。そういう雰囲気をしたいです。どんどん暗い色を重ねていきます。どうしても、今描いてるこれはね、8号の、M ぐらいの紙ですね。だからちょっと大きい紙ですので、こう一気に描いていけないからね、乾いてきたときは、さっきやったように、こうちょっと画面にね、ここでね、霧を吹きかけて、また濡らして描いてますよ。はい。だんだん雲がね、はい、形を見せてきたと思います。どうですか？で、ちょっとね、こう、少し絵の具を流したりするために、今画面を、縦に、斜めにしてですね、こう、絵の具をこう、ちょっと流してます。はい。そして乾かしましょう。はい。さあ、それでは雲を一応塗ったので、今度は海の方に行きますね。はい。だいたい真ん中辺にこう、沈みよく太陽をですね、描こうと思ってます。さあ、沖の方から打ち寄せてくる波ですね。波頭、白い波頭にするために、ここにもマスキングインクを塗ってありますよ。はい。さあ、大きな縦と横のタッチで、海を描いていきます。こんな具合ですね。ここに、手前にね、ドーンと砕ける波を表現したいんですけども、この波を描くためにもですね、雲に負けないぐらい、こう、海もね、ダイナミックに描く必要がありますね。はい。どんどん色が入ってきます。こうやってたっぷりの水と色でやるともう本当に一人にこう、ね、色がこう混ざるっていう水彩画はそれが面白いんだよね。はい。では、このマスキングインクを剥がしますよ。はい、剥がしました。ね。で、白い形になったでしょ？はい。では、これを活かして、ちょっと大きいからね、だんだん手前の波、描いていきますね。はい、こんな具合です。ちょっと夕日の色を加えますね。もう柴崎が住んでるね、千葉県の外房、こう太平洋の荒波がね、本当にこんな風にドーンと砕けてくるんですよ。うん。もう大好きですね。柴崎は。だからそれをね、イメージして、こう書いてるんですけどね。はい。でも残念ながら、柴崎の住んでる位置からね、こう、太平洋を見ると、東の方を見てますので、夕焼けのこういう状況は見れないんですよね。朝焼けは見たことあるんですけど、それを、夕焼けの感じはね、柴崎のイメージとして、ここに付け加えています。はい。このイメージでこの書くっていうのもいいんですよね。こう、思いが広がってですね、本物をただ見て書くよりも、もっともっとこう、なんかこう、自由にっていうかですね、描いていけるところありますね。はい。さあ、手前の砂浜の方に、いろいろなものがこう映ってきてます。こうですよ。ね。こう、筆使いが面白いでしょ？はい。こんなんです。
はい。波がドーンとね、砂浜に打ち寄せてきたり、スーッと引いたりね、するんだよね。で、スーッと引いた一瞬、こう、砂浜がね、ピカーッとこう鏡のように光るんですよね。はい。そういう一瞬一瞬のこの、本当に地球のこうダイナミックな営み。これはね、海に行ってみるとね、しみじみと感じることができますね。またこのくらいの波がね、打ち寄せて砕けるときって、こう、近くに立ってるとね、こう地面が揺れるんですよね。本当に。すごいですね。これがもう、引きも切らずにこう、ね、打ち寄せてくる。そして、雲はこう、音もなく動いていくっていうね。はい。地球は生きてます。さあ、ちょっと細筆を使って細かい調子。また広い筆で、こうやって、大きくですね。重ね塗りです。どうかな？はい。絵の具飛ばしてます。こう、線描にもいろいろですね。こうスッと引いてみたり、少し抑揚をつけてみたり、こんな感じですね。はい。そして、こう波のしぶきの間からね、もうこの空が透けて見える感じとかね、ちょっとこういうとこ細かくです。さあ、できてきました。まだちょっと空が少し明るいからね、もう一度濡らして、少しこう色足しますね。もうちょっとこう夕暮れっぽい雰囲気にしたいと思います。またこう濡らすと、またこうやって描き上げていけるところが水彩のいいところですね。さあ、どうかしら。はい。もう柴崎すっかりノリで描いてるんですけどね。はい。濡れた砂浜ですよ。そして遠くにね、ちょっとこんなものをね、描こうかなと思います。はい。ね、なんだか分かったでしょ？はい。では、サインを入れて仕上げとしたいと思います。はい。ダイナミックな地球の営みの海の風景ですよ。はい。これで、はい。出来上がりです。はい。描き上がりましたよ。よいしょ。ねえ。どうだった？海。そして雲ですね。この海の波。ね。また雲っていうのはね、もう動くんだよね、これがね。うん。だからこれをテーマに描くっていうのはね、面白いんだけど、難しいこともあるんですね。柴崎そこに挑戦して、ダイナミックな、それをテーマに書き上げましたけど、どうだった？面白かったかな？いろいろと楽しんでくれたら、柴崎もとっても嬉しいです。さて、ところでですね、動画の冒頭でお知らせありますよって言いましたけども、ここからあなたにまさに大切なお知らせです。柴崎が個展を行います。もうね、今年あっちこっちで個展をやらせていただいたんですけども、名古屋のあたりの方たちがね、ぜひうちの方にも来てくださいっていうね、ご要望をたくさんいただきまして、決定しました。柴崎は初めてですけどね、愛知県の名古屋市で個展を開催します。日時は今年の12月12日から6日間です。場所は名古屋市中区にあるね、妙高園画廊というギャラリーです。今回ね、描いたこちらの絵もね、会場に展示しますので、ぜひね、作品を見に、そしてまたね、柴崎に会いに、来てください。待ってます。入場方法ですけども、今回もね、会場の混雑をね、少しでも緩和するために、事前予約制としたいと思います。この動画のね、概要欄に入場予約のね、無料チケットをお申し込みいただくリンクを貼っておきますのでね、そちらからご確認ください。それとですね、この柴崎の個展の会期中、サポートしていただけるアルバイトのスタッフの方を募集しております。詳しくは
概要欄のね、リンクをクリックして、そちらからご覧くださいね。話が長くなりましたけども、柴崎は12月12日から6日間、名古屋市中区にあるね、妙高園ギャラリーで個展を行います。ね、ぜひお越しください。待ってますよ、という話でした。ね、お待ちしてます。はい。今日もね、最後まで長い時間見てくれて本当にありがとう。また次回、違う作品で柴崎はあなたとお会いしたいと思ってます。本当にね、寒くなってきたから、もうお互いに気をつけて過ごしましょう。はい。どうもありがとう。またすぐにお会いしますね。そうそう。シバーツのね、グループ展にも来てください。東京、西新宿ですよ。はい。またね。ありがとう。柴崎春道公式オンラインサロン。シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴アツメンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴アツのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき素晴らしいイベントになりました。さあいかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。よろしくお願いします。